ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりじじいじゃ。警察官になって拳銃という正義をぶっ放したい。いいわね、ぶっ放しまくりましょう。で、どうやってぶっ放すのかしら？こいつじゃ、バーチャコップじゃ。バーちゃんコップ？そうじじいがバーちゃんのコップでマグナム暴発。何を言わせるのじゃ。ノリノリだったわね。というわけでカツ丼を食べながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノ、ゲーム万歳。まずはバーチャコップがどんなゲームか教えてちょうだい。バーチャコップはセガ AM2 県が開発したガンシューティングゲームじゃ。アーケードは1994年稼働でデートな USA、バーチャファイター2でおなじみのモデルに基盤のゲームじゃ。どの敵が攻撃してくるか明確になるロックオンサイトシステムが搭載されている。テクスチャ付きのフルポリゴン CG でアーケードでも目立っていた。ファミコンのガンマンのように光線銃を画面に構えて遊ぶゲームじゃったな。当時はバーチャファイター2の合間の息抜きで遊んでおった。じいさんはバーチャファイター2ばっかりだったものね。バーチャファイター2が出るまではゲーセンに入り浸ることはなかったな。週末に友人とコインゲームをやりに行った時にちょっとゲームを遊ぶくらいじゃったからな。今週はメインじゃったわ。そして時は過ぎ1995年11月24日、セガサターン版のバーチャコップが発売される。直後にはバーチャファイター2の発売が控えているタイミング。しかも、その先にはセガラリー。セガサターン発売1年経過してようやくセガが本気でキラータイトルを投入してきたのじゃ。今思うとすごい構成よね。バーチャガンまで一緒に発売ということでクリスマス商戦に向けてセガもかなり気合が入っていたと思うぞ。ついにセガサターンが本気を出してきたのね。本気になったセガのバーチャコップの販売本数を調べてみたが、わからんかった。あまり売れなかったのかしらね。ただ続編のバーチャコップ2はそこそこ売れたみたいだぞ。なるほど、未来への布石として活躍したのね。当然、バーチャガンを買った連中はバーチャコップ2を買わないといけないって脅迫観念に駆られるだろうし、プラスアルファで新規顧客があるので売り上げは伸びたんじゃろうな。まあ、安くはない周辺機器を無駄にするわけにはいかないものね。この方に同じことを言えるのか。無駄にしたわね。そんなこんなでセガサターン発売丸1年経過でプレステとの膠着状態を打破すべく、投入した意欲作がこのバーチャコップと言えるな。そんな意欲作を遊んでいくのね。それで今回はどんな遊び方をするのかしら？今回も SSF というエミュレーターで遊んでいくのじゃが、パッドではなくマウス操作じゃ。このようにバーチャコップはパッドやバーチャガンだけでなく、セガサターン周辺機器であるシャトルマウスにも対応している。そもそも現在の液晶画面ではバーチャガンで遊べないしな。なんか液晶テレビでファミコンの光線銃を遊べるアダプタを作った人がいるとか。そういうのは詳しい人に任せておけばよいのじゃ。そして今回はマウス連射でマシンガンぶっ放しでかじゃ。いいわねー。セーラー服と機関銃。ね。薬丸ひろひでだな。しくいねー。わしのボケより強くボケないで。薬師丸ひろ子だろ。あ、はい。そんなこんなでマシンガンぶっ放しまくりで巨悪を駆逐していくぞい。楽しそうね。正義というのは爽快の上に成り立つものよ。ガンガン撃ちまくっていきましょう。というわけでやっていくぞい。ステージセレクト画面じゃな。軽快な音楽ね。バーチャコップは3ステージ構成となっておる。まずはビギナーで腕試しじゃ。ちなみに今回ライフは9という甘めの設定になっておる。今回は爽快さを求めるプレイだものね。ちまちましたライフでは爽快感を得られないわ。思う存分正義を遂行しておやり。あらほらささ。さて初級ステージじゃ。引き取引を阻止せよということで。武器は危ないわね、取引させちゃダメよ。ちょっと話を聞いて、バーチャして第2ストーで、ギャング団のボス、コングが白昼堂々武器の密輸を行うらしい。ギャングのコングって韻を踏んでるわね。それにしても白昼堂々って随分と良い度胸しているじゃないの。気に代わってお仕置きしてやらないとだわね。ちょっとキャラ違います。聖女、じいさん今。なんじゃ一般人やっちゃわなかった？ああ、やったな。やったなって。正義のためには多少の犠牲はつきものじゃ。犠牲。それに左に何か表示されているけど。犠牲メーターじゃな。この正義の踏み台になってくれた尊い犠牲者の数じゃ。彼らは天使となって神の元に旅立たれ祝福を受けておるのじゃ。いろいろやばい。ははははは。わしこそ正義じゃ。ホラーになってきたわ。敷地内に入っていくぞい。これは武器の密にしとるってタレコミがあったんじゃ。また犠牲者が。俺ら民間人だけにしたって無駄なんじゃ。ダメだ。この人話通じない。ハンドル持つと性格変わる人と同じで銃持つと性格変わるじいさんだったのね。うわ、また撃った。あのタイミングで出てくる方が悪いのじゃ。完全に撃たれに来てるだろあれ。おお、こらえたわね。わしかて鬼やない。犠牲は増やしかおないんじゃ。それにしても連射性能高いわね。
発射だけじゃなくリロードも連射でからな。無尽蔵に弾を撃ちまくる。発砲マシンじゃ。発砲マシン。またやった。でも、この銃撃戦の最中コンテナから出てくる方も何を考えているんだって感じだわね。じゃろ？あの銃弾の雨あられの中飛び出してくる方がどうなんじゃって思うじゃろ？シーン1が終わったみたいね。早くも4人も犠牲者が。こらえたわね。危なかったぞ。おー、たくさん出てきた。ちなみに敵の手を打って無力化するとジャスティスショットして出てきて高得点になる。こんだけ民間人やっといてジャスティスも何もない気がするけど。今のはわざと撃った？いやわざとじゃないわ。オートマチックが出たぞ宇多田ヒカル ?1995 年はまだ宇多田ヒカルは世に放たれていないな。15発も該当があるのでリロード回数が減る優れものじゃ。リロード連射中の G さんには関係ないわね。というか民間人を背中からやってたわね。全く迷惑な民間人じゃ。わしのライフがもう2になっておるのじゃ。邪魔なので物陰でじっとしておいてくれ。派手な爆発シーンの中で地味に手榴弾食らっているわね。地味に手榴弾食らうってパワーワードすぎるんじゃが。しかし、わしのライフも空前の灯火じゃ。民間人やってゲームオーバーとか、闇が深いゲームだわね。ライフ打数のうち、7が民間人のせいじゃ。シーン2が終わったわね。いよいよ倉庫の中に入るのかしら？武器倉庫に乗り込むのじゃ。これが全て武器なのか？ここにいる連中全員始末してやるぜ。全員って一般人は許してあげて。お、ショットガンゲットじゃ。命中範囲が広いのが特徴じゃ。また巻き込み事故が多そうな武器を手に入れたわね。ショットガンをマシンガンのように撃つ人って怖すぎるわよ。この刑事相当イライラしているみたいな感じだな。もう連射のレベルがバカボンに出てくる本館さんと同じなのよ。太鼓だ。こらえ。危ないから出てくるな言うたりのに。承認欲求の強い民間人じゃ。インスタで自撮りとかアップしとるであいつ。そういう類なのね。そろそろ民間人が出てきそうな雰囲気が。行ったそばからやりやがったな。仕方ないじゃろ。あのタイミングで物陰から出てくるやつの気がしせっかく逃げた民間人を追いかけて撃つんじゃないわよ。せっかく逃げれたと思っていた矢先に。知らんのじゃ逃げたなら逃げたでさっさと安全なところに行くのじゃ。わしの視界に入ったら撃たれると思え。ちょっとこのやべえやつ懲戒免職処分にして。ボスじゃ。ボスね。なんだっけ？ゴリラだっけ？ちゃんは昆布や。ゴリラっぽいけれども。何を民間人9人の恨みを燃えてる。全部やったの G さんでしょ。一方的ね。これが民間人9人の恨みじゃ。許すわけないじゃろ。何を甘えたこと抜かしとんねん。民間人に容赦ないんだから悪人に容赦するわけないわね。これがジジイの、ジャスティス。呆れるわ。よしばあたし次第に不当に平和が戻ったのじゃ。なんか最後出たぞ。それでは中級じゃな。中級ステージ、地下兵器庫を壊滅せよ。ウエストアリーナの工事現場の地下では、武器密造工場の計画が進んでいた。おいおい大胆にも工場を作ろうとしているみたいだな。このわしの目が黒いうちは工場なんざ建設させねえぜ。民間人の皆さん早く逃げてー。ここが工事現場ってやつだな。夕暮れで雰囲気あるな。危ないデカとかで出てきそうなシチュエーションじゃな。G さんの存在の方がよっぽど危ない気がするけど。ミキサー車の民間人はこらえたわね。
抱えても撃たれたら終わるわよね。危な。やったかと思ったわよ。そこを堂々と走るな。今のはブルーのせい、そこにもおるんか。連続に切るね。不可抗力じゃ。ライフ1になってもうたぞ。民間人のせいで。危な。ザッカーバーグ打ちそうになったわ。似てるけれども、ザッカーバーグっぽいけれども。ついに突破じゃ。ライフがやばい。コンティニューにも制限あるのでなるべく粘りたいのじゃ。最大の敵は民間人じゃ。マシンガンじゃ。マシンガン状態のわしがマシンガンを手に入れたのじゃ。なかなか粘っているわね。こんなところで倒れるわけにはいかんのじゃ。そろそろ油断してると出てきそうね。ほら出てきた。この流れは、やっぱり出てきた。お前みたいな奴は神優に怒られろ。出てこなければ、やられなかったのに。敵の同時出現数も増えてきたわね。バーチャガンプレイだとかなんバンバンやらないといかんな。23歳の時に夜な夜なテレビの前でバンバンやってたな。その時、彼女いなかったものね。悲しいな。やかましい。楽しく生きてたわよ。ザッカーバーグが犠牲に。これ的なの。なんか回復してたわね。マニラはシックしてるのじゃ。連射じゃから撃ち抜いてしまうのじゃ。こんな民間人出てくるなし。ナイスな場所に出てくるわね。もうこれ民間人撃たれに来てるってレベルよね。この辺は爽快ね。バッタバッタと撃って倒すのじゃ。暴れん坊将軍の気持ちがわかるのじゃ。暴れん坊将軍ね。そろそろ出てきそうね。撃ってほしいやつが。出てこなかったわね。自分が撃たれすぎてライフガンなのじゃ。ちょっと何やってるのよ。手榴弾処理したいのじゃが。
敵も容赦ないわね。あら、普通にゲームオーバーね。コンティニュー回数が心もとないのじゃ。なんとかシーンをクリアじゃ。どんどん難しくなってくるわね。いよいよ敵のアジトみたいなところに侵入じゃ。乱れ打ちね。やけくそじゃ。こんなアジトの内部に民間人なんているわけないのじゃ。いたわね。しかもアタック。偶然ドラム缶に当たって難を逃れたのじゃ。なんで、こんなところに民間人がおるんじゃ。ボスじゃ。中級ステージのボスはキング。奴の行くところすべて戦場と化すと言われている妖精上がりの殺し屋。ゲリラ戦で鍛えた動きは俊敏。妖精時代の手下を使う。行くところがすべて戦場と化すとか迷惑なやつじゃないの。迷惑極まんないな。戦場が歩いてるようなもんじゃ。さっきのコンブと違ってちょこちょこ隠れて手下使ってくるのがうざいわね。やったわね。一打目食らってしまったのじゃ。またなんか出たわね。さあ最終ステージじゃ。泣いても笑ってもこれで最後じゃ。笑って終わりにしたいわね。上級ステージ。敵本拠地に潜入せよ。一連の事件にある巨大企業が関わっていた。本拠地に潜入し、黒幕を逮捕しろ。いよいよ黒幕逮捕ね。敵の本拠地に乗り込むとかワクワクじゃ。敵の攻撃もすごそうね。民間人もうじゃうじゃいそうだ。確実に巻き込むでしょうね。巻き込まないわけがないな。むしろ巻き込まざるを得ない。どういうことなのよ。早速。なんか地下駐車場みたいなところに入ってきたわね。さすがに正面玄関から突破は無理だったようだな。また地味なところに民間人が潜んでいたみたいね。仕込み民間人じゃ。車で自爆しか弱い。ずっと見てたのか。こっちに気がつくまで待っていてくれたのね。ドラム缶で一本は気持ちがいいのじゃ。でもなんで物騒なもんが無造作に置かれているのじゃ。シーン1終わったわね。いよいよ敵の本拠地じゃな。しかし急な階段じゃ。年寄りにはきついぞ、この階段。劇的ビフォーアフターで出てきそうな階段ね。なんということでしょう。ロビーじゃな。
代理敵の雰囲気が良い感じじゃ。敵の本拠地じゃからな。出てくる奴は全員敵じゃ。どういう状況じゃ。女性被弾。13連続キル達成したわね。ここにいるのは全員敵じゃあ。ダメだ、話にならない。なぜ後ろに敵がいるのに顔を出すのじゃ。撃たれたいのかっぽどで。でも冷静に処理したわね。まだ理性があるみたいね。トラック突っ込んできたわい。あら、やられたわね。残りクレジット1なのじゃ。敵の攻撃が激しいわね。さすがに本拠地に突撃はやりすぎなので。危ねえな。戻ってきた。追いかけられてるのね。何やったんじゃあいつは。ちなみに SSF の設定でメッシュ処理は半透明ポリゴンになるようしているので、その辺気をつけてみるとおもろいぞ。今言うのね。気がついてなかった人は最初から見直すといいかもじゃ。やっちまったか。日が経っている時に出てくるんじゃない。本能が。パソコンのモニターがブラウン管ね。このモンター名なら朝が奪使えるのじゃ。ライフが3しかないのじゃ。粘りも切るのじゃ。ガチで民間人チ戻れじゃなじゃビオラー。ライフ1になってしまったわね。いよいよピンチじゃ。最後のコンティニューね。撃たれまくりじゃ。隠し扉、なんでわかったの？緊迫のシーン2が終了ね。残りライフは6じゃ。ラストステージ緊張するな。ボスじゃ。いよいよ黒幕ね。But now, you'll regret being in the wrong place at the wrong time. 敵がメタルギアに乗っているわね。メタルギアちゃうな。
弱いのじゃ。なんか出てきたわよ。こやつが誠のボスらしい。初級、中級、上級の順にクリアすると登場するらしいのじゃ。世界各国で指名手配されている凶悪なテロリスト。今まで様々な組織で感情で侵入してきた切れ者。ということでな。しかし点で攻撃してくるとは貴重なやつじゃ。連射はヘリよりも強しね。じゃ、このままエンディングじゃな。それじゃあ、このまま感想戦に行っちゃいましょう。こういった、バーチャガン。こういうものは何歳になってもワクワクするものじゃ。現代のモニターで使えなくなってしまったのは残念ではあるが、初めてマウスで遊んでみたがなかなか快適じゃな。パッドでは厳しいものがあったからな。さてさてゲーム本編の感想じゃが、面白い。改めて面白い。ポリゴンになって臨場感が増したのもあるんじゃろうが、やはり敵にズームしたりカメラワークであったりと緊張感もあるしワクワクするしで、3ステージあっという間に終わってしまう楽しさじゃった。やっぱりバーチャガンで遊びたくなってくるわ。わし的には十分に神ゲーだと思う楽しさじゃったな。実際にみんなのアンケートはどんな感じじゃったんだろうか？見てみよう。皆さんいつもアンケートありがとうございます。アンケートの結果はこうでした。なんかすごいな。これは思ったよりも高い感じがするな。まごうことなき神ゲーが半数いっているのはすごいわね。それじゃあ神ゲー指数も見てみようかの。これは期待できそうじゃ。それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数はこやすごい。これは神ゲーの域じゃ。ほんと60点超えできたわね。バーチャコップの評価はみんな高いな。今遊んでも楽しいからな。それではコメントの紹介じゃ。皆さんいつもコメントありがとうございます。それではコメントを紹介していきます。ブラックロータスさんのコメントです。あの頃のセガには未来が確かにあった。そうですね。まだまだ希望があった頃。この後のバーチャファイター2でセガサターンが天下取れると本気で思っていた時代。あの頃に戻りたい。麦猫さんのコメントです。これ最高にハマりました。一般人の出てくるタイミングがバッチリすぎて何回打ってしまったこと歌唱できれば、またやりたいな。一般人ほんまなんで出てくるねんってタイミングですよね。いやらしいところで出てきます。22人犠牲にしました。元ちかさんのコメントです。バーチャガンと一緒に買いました。アーケード版をプレイしていないので比べることはできませんが、サターン版は楽しくプレイしてました。ポリゴンならではの演出がかっこよかったです。コントローラーを繋いでゲームを始めて、途中でバーチャガンに繋ぎ替えると照準が表示されたままになるので狙いをつけやすくなる裏技がありますよ。そんな裏技があったんですね。知らなかった。照準見えたらバーチャガンでもやりやすそう。金ギツネさんのコメントです。ソフトだけ友人からもらい、コントローラーで頑張って遊んでました。難易度ビギナーの一面が言うほど簡単じゃなくて、打ち損じるとすぐダメージを受けた覚えがあります。ゲーセンでは2人プレイでよく遊びました。赤色と水色の光線銃が備え付けられた筐体が懐かしい。コントローラーですげーっす。ゲーセンの赤と青の光線銃懐かしいですね。ミックホーンズさんのコメントです。要バーチャガン推奨なので、現在の非ブラウン管モニタでは遊戯不能。14インクの TV 捨てずにありますが、大画面じゃないと面白くない。現在、サターンソフトは PC でのエミュレーターソフトにて遊んでいるので、好きなんだが遊べないのが現状ですな。14インチのブラウン管持ってるんですね。確かに大画面じゃないと、って感じですね。今回はマウスで遊んでしまいました。バーチャガンで遊びたい。ローネイさんのコメントです。家庭用は買えなかったけど、ゲーセンで必ず遊んだ。ゲーセンで必ず遊んでたんですね。確かにゲーセンでも人気ありましたね。目立ってたゲームでした。万年寝太郎さんのコメントです。バーチャガンとセットで買いました。後に出た身も含めて当時は結構熱中してました。2人プレイ用にもう1個バーチャガンを買い足しましたが、友人と2人プレイをやったのは1回きりちょっとお高くつきました。2つ持ってたんですね。2丁拳銃。でも1回だけとは、リッチなマルチプレイでしたね。かなめさんのコメントです。どちらかといえば神ゲーに1票アーケード、コンシューマーともに、良作であったと思います。敵のヘリに対し、3ポイントショットが決まった時は、さながら、自分がサイバローになった気分になったことなど、今思い返してもいい思い出でした。が、残念だったのが、武器アイテムのライフルが拳銃に比べ、とにかく使い勝手が悪かったという印象。せっかくの武器アイテムなのだから、そのあたり、きっちりやってほしかった。やり込んでいくとそこまでできるようになるんですね。自分は基本シューティング苦手なのでクリアだけで満足しちゃいます笑い。確かに武器ごとにもっと特徴出しても良い気はしますね。ちぐさアンダーソンさんのコメントです。基本システムは従来のガンシューティングと変わらないのに、ポリゴンを使用し、見せ方を変える。ただこれだけなのに斬新さを感じたアーケード版バーチャコップ。
サターン版は、そのアーケード版を元に、改修、改善を加えた、バーチャコップ 1.5 と言っていいほどの完成度だったと思います。昨今の、エメを使用した移植と比べると、細かな差異はありますが、メオシ移植ならではの味をも持つ、理想的な移植作ではないでしょうか？ポリゴンをうまく使った、という印象はあります。従来のガンシューティングにはない物陰からの不意打ちなどは非常に良い演出だと思います。こういう発想はせがらしさって感じですおわいね。高弘長友さんのコメントです。コンシューマは未経験だがゲーセンではかなり貢いだな最初は人ばかり撃ってたがオブジェを撃つと武器が変わることに後で気づいた。上手い人は違うんでしょうけど基本コンティニューゲームでしたからね。私も友人と2人でコンティニューしまくりでクリアまで行きました笑い。ノエルさんのコメントです。子供の頃、テレビがでかかった頃はやってました。鉄砲のやつで今の薄いやつだと PS3 のセンサーくくりつけるやつじゃないとできないんじゃないのかなああいうの、スイッチとかならいけるのかな？スイッチだと傾きセンサーとかに頼らざるを得ないので精度はかなり落ちるかと思いますね。光線銃方式は精度が高いですからね。バーチャガンで遊びたいです。コメントは以上となります。皆さんコメントありがとうございました。ありがとうなのじゃ。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。バーチャコップ、面白かったわ。連射で遊ぶと爽快に遊べるわね。悪を一掃じゃ。民間人も一掃する勢いだったけどね。しかし、やはりバーチャガンというデバイスは優秀じゃったな。もう一度バーチャガンで遊びたいわい。ブラウン管のテレビ購入しないとね。